工芸館来られるとね聞かれるんですね。こうして雲取りのこういう形をやるのに、どうしてやるのと。糸を縫うのは分かるけども、こんな形がまっすぐの線に出るの？本当に出るの？っておっしゃいます。じゃあこれから職人さんにね、この雲取りの線をまっすぐにする方法をちょっと見ていただきたいと思います。最初これね見ていただきたいと思いますが、これよく見えますかね。これ糸が入ってるんです。この線に沿ってずっと糸がこれ入ってるんですね。ずっと一本の糸でずっと最後までここの、端までここ見てください。こうして糸がねあるでしょ。こういう糸が入っております。その糸をずっと縮めながら一直線にしていきます。こんなん一直線にならないやろうというようなことを皆さんおっしゃるんですけど、なんと見事にこれだけの長い雲の、柄が一本になります。これ見てください。これ一直線になってきてます。雲が雲でなくなってきてます。こうして一直線にずっとなっていきますね。あんだけの長いやつがこうしてだんだんこうして短くなって、こうして一直線になっていくんですね。これは針って一応桶針って言うんですけどね、これで仮に留めているんです今。はい。そこを合わせて今針を。だからこっちは赤に染まる。そうですね。でこの針よりも中は白くなる。白くなる。このままの状態ですよね。布は乾いてるとそのシワがなかなか寄りにくいので、こう霧吹きで湿らしていきます。そして下の方からこのひだを丁寧に並べ直します。小さな柄の場合はこれを一気にこう乗せていけるんですけども、上と下をこう重ねて糸に詰めなければならないので、ちょっとやってみますね。一直線にしながら並べていきます。そうすると小戻りの入り込んだ丸い形がまっすぐになります。このシワはこの桶のこの円のこの角度に合わせます。そしてさらにもう一枚上のやつを乗せていくんです。そして指先でこう感じながらこのひだを並べていくいう感じですね。これがこのまま固まってしまうと、固まってると模様にもならないし、押さえた時の染料が入ったりにじんだり、そういう原因になりますんで、できるだけ
こう平行にこうね並べていく。いいよ。はい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 。おお。でこれからあと残ってる部分を今度はこっち側からに針をつけてまたやるわけですね。ああ、なるほど。ちょっとずれても柄が変わってしまうということですね。これは大変な仕事だわ。汚れ防止のための紙をつけます。若干この切り口は残しておきます。正面の印に合わせます。またここ針を見なあかん、また本締めはない、かかり締めにして一応こういう感じで。工程は一応そんなんで最後の針を抜くことにします。反対側も大事なね工程です。
ちゃんと打てたようでもやっぱりこう微妙にこう出入りがあるので、それをきれいに揃えて完全に最後の文字切りといっててこで締めます。これがずらしてるのは竹のスレイと途中でこの麻のロープが切れないためにめったに切れることはないんですけども、ちょっと一つします。ちょっとやってますね。いけますね。いける。半3でもいけます。ちょうどいいぐらいな、そんな硬くない。今度は片っぽ閉めたのでちょっと張ってますね。この場合はロープをこう外して巻きを少なくする加減ですね。それでバランスを取ります。ちょうどいいですね。これで一応締め上がりました。あとは綿ゴミといってこの間逆の方からまたこの紙を詰めていきます。この蓋を閉めただけでは上からの力だけで閉まっているので、こちらも力が弱いので、ここはまあ目には見えないですけど隙間があります。それをこの紙を込んでいきます。詰めていきます。これから本当の最後の仕上げで綿ゴミというのをやります。綿ゴミというだけあって綿を入れないといかんのですが、最近はまあ紙の型も多くなって、昔はまあ綿を入れてたんですけども、紙でやっていきます。綿と紙のの違いは、綿の方がこの境目の染めの境目の色が柔らかくこう上がります。紙の方がまあ、切ったようにというかスパッとこう染め上がるいうそういう違いと、まあ綿の方が柔らかいので、まあ、生地への損傷とかこの桶の損傷がかなり少ないです。こういう調子で最後まで仕上げていきます。さあできましたね。込みもできましたんで、これでいよいよ染めに行きましょう。いらそっちもいらないやつを何をずつ浮きやすいやね、ほとんど中身に収録も使うのはあるよ。そっちはもう肩切ったり分かってるから、これぐらいまでとか決めてるんですよ。
線がタイム。ここが何分後とここが何分後なんだろうみんな興味深いから。本当に勘でやる部分とそれとデータでやる部分がうまく、そうね、両方噛み合ってるんですよね。はい、両方です。相手も年いったらだんだん力を衰えてきますよ。そうですよね。よいしょ。こっち。さあ染め上がってきましたよ。これね長いことかかってこうしていろいろと職人さんがねやってくれました。どんなうまくできてるかこれからちょっと職人さんに、この桶を開いてもらいたいと思います。じゃあお願いします。かなり頑丈にねこうしてやってありますからね。さあ皆さん入れてくださいよ。はい。さあ手品やないですけどね、はいどんななってるのかね。はい、さてここで開けてもらいましょう。きれいに、色が染め分けできていればOK でございます。はい、蓋を開けてもらいましょう。はい、きれいにできてますね。これねきれいに上の方できました。今度はこれの下の方も開けてもらいましょうね。まだねこれ水がね、水分が中にありますのでこの色がね、赤い色が白いのについたら開きませんのでそしてやります。はい、きれいにできてきましたですね。はい、こうして、柄の部分を赤にしてそして、地の部分がこうして白くなります。はい、そうしてね糸を取るとほれ、雲取りの雲の形がねこう出てまいりますね。はじめまっすぐのような感じでしたけどもこうして、ほどいていくとこの雲の形にこうしてなっていきますね。はい、綺麗にできてますね。すごいですねやっぱり。こうして、桶絞りですね。桶絞りでこの雲の形をずっと取ります。はい、こうして糸を抜くとまたこれも雲の形になってます。はじめ一本の線線の柄のように見えたんですけども実際はこうして雲の形になってまいります。すごいです。